はい。では、よろしくお願いします。株式会社シラクの代表の牛山と、今回、対談でゲストで来ていただきました、株式会社木月さんの代表の、五十嵐さんになります。はい、本日はですね、最近 3D プリンターで、2階建ての、日本初の、建物を、竣工しまして、それに、なんですかね、あやかるじゃないですけども、形でちょっと、五十嵐さんの方に対談を、させていただきたいなということで、今回このような、企画になっています。ちょっとざっくり、あんまり肩ひ張らずに、ゆるりと話せればいいかなと思っています。ちょっと録画してるんですけども、あれですね、ちょっと、リラックスして、てか僕がリラックスしながら私もやりたいなと思います。そうですね。あとあれだ、これ多分剥がしとかないとね、ダメですか。初めてしまう。あれあんまり意識しなくなれば。では、ちょっとプロジェクトの概要から紹介したいと思います。後ろの方にちょっと見えていると思いますけども、ちょっとこれぐらい大きくしたのかな。こんな感じの、建築物ですね。で、コンクリート 3DPC って、3D プリント、3D プリント、じゃあコンクリート 3D CP か。コンクリートプリンティング工法ですね。というのがありまして、それで今回、やったっていう感じです。構造としては、RC 構造になります。で用途としては民泊で、敷地は宮城県のところですね。で、延べ面積は 49.92 平米。高さは6メーターという形になってます。一応、完成の時は住宅でお願いしていて、完成は住宅で。で、竣工終わってから、シェフさんが変えたいなって言われたので、民泊にする予定です。なるほどですね。よろしくちょっとあれですか、声を張ってもらってもいいですか。拾えると思うんですけど、ちょっとね、声を入ります。すいません。で、こんな感じの形状になってます。こんなプラな感じですね。ちょっと見えるかな。感じです。で、ちょっと関係というか、関係者の一応整理というか、紹介なんですけども、まずオーナーさんがいまして、そこでオノコムさんが一応、元請けっていう形でいいですかね。プロジェクトを元請けというふうになっていて、そこから、塩月さんの月デザインですかね。デザインさんと、あと構造計画さんと、あとは弊社のシラックっていう会社が、ここにジョインしていまして、で、施工側の方では、今回お越しいただいた木月さんのところと、あと、その他、そのオノコムさんの社内での施工チームの方とか、あとは協賛企業の方がいらっしゃったという形ですね。で、キッチン部分に関しては、ノマドズさんが入っているというような、全体の構成になっています。で、実際にちょっと我々が、作成したデータ例とかをちょっとざっくり、見た後に、その後はカジュアルに、五十嵐さんの方にいろいろ質問とか話を投げていければなと思います。で、例えばこういう、今回クレーンでプリントしたものを吊って設置するとかいう、こともあって、これスラブかな？違うですね、擁壁のところかな。で、こういう計算とかをしたりとか、であとはこの配管関係のところですね。プリントする前に、ここが当たりそうだねとか、そういうところを事前にチェックしていったっていうかね、電気の配線とかも含めてですね。このあたりは弊社のノートの方でも公開してますので、ご興味ある方はそちら見ていただければと思います。これは同じような資料になっています。で、実際にやっぱプリントの難しさというか、リアルなところに関しては五十嵐さんの方からいろいろ
話せたらなというふうに話してもらえたらなと思っています。ということで、じゃあちょっと五十嵐さんの方に、パスしながらということですね。そしたらなんか五十嵐さん、これは何を見せてくれるんですか？なんか施工のタイムプラス的なところを演出できるか出ましたね。はいはいはい。定点でワーッと撮った絵ってことですね。はい。これすごいですね。なんかこれを一回動かしてみます。はい。いいっすね。これ実際の機械なので、なんでこう本当に基礎から全部機械が印刷していきます。2階部分まではもう4日5日で立ち上がっていって、オペレーターはこんな感じで、4日5日で立ってるのは結構すごいですよね。なので1階部分は5日で、2階部分は4日なので、私たち現場にいることってあんまり逆に日数的には年的には2週間ぐらいみたいな感じだったんですけど、そうなんですね。それまではなんか基本的にはなんかどういう準備というか。準備はもう本当に去年の12月に準備は入ったんですね。っていうのも機械の型枠、基礎の機械を置くための型枠を作んなきゃいけなかったので、機械の基礎型枠っていうか土台の型枠を作るのに去年の、冬にやってみようみたいな感じで、冬にやったら大変なことになりましたっていう。そうですよね。なんか結構湿気というか、もう寒さで全然モルタル大変みたいな感じで、とりあえずでもその型枠だけは作って、土台になるものは作ったんですけど、なのでもう本当に、建築確認はもう取れてたので、じゃあもう竣工というか始めるのは3月にもう始め出して、で現場ではその型枠になる他の型枠になるものを全部準備して作っていって、でオンサイトでできるものは7月に移動させて先行するみたいな形です。じゃあオンサイトって言ったら分かりづらいかもしれないですけど、あれですよね、その現場で直にそのなんていうかプリントするというかっていう感じですよね。そうですね。RC とかだと、工場から何キロ以内のとこでこう輸送してやるみたいな感じだけど、そうじゃなくて粉からガッとその場で入れて調整してプリントするっていうのがオンサイトっていう。なので機械を置いてそこで本当に印刷を始めますっていうパターンと、違う場所で作ったものを移動させますっていうパターンがあるので。それ両方今回は入れてるイメージということですよね。両方できるようにはしてます。プレキャストとオンサイトって両方できるようにはしてます。なんか画像とかってあるんですか？施工他にも。施工はどれかな。なんかタイムプラスでいっぱい撮っちゃってるかな。うちで出して良いのがあればっていう感じですけどね。いろいろもらってはいるんですけど。なんか本当に。でもそうですね。これを見ながらでも。本当にこんな感じですね。違う現場で、まずは材料を作ります。でも型枠なので、ちょっとまだ寒い時期だったりする。結構着込んでるので、いっぱい型枠作ってみたいな感じで、この型枠作りが終わると、次機械の移動が入るので、機械の移動をクレーンでここに全部。移動させて、この型枠を去年の12月に作ってました。そうなんです。3D プリンターをその 3D プリンターで作るときっていうのは、さっきのコボドっていうあれですよね。プリントのメーカーがあって、でその支柱っていうか、プリントするためのこれですね。これらを組み立てるための基礎というか。を事前に作ってあげる必要があって、でそれも含めて型枠作って、施工、そこから施工が始まっているみたいな感じなんですよね。
なので全部 3D プリンターでできるところは全部作ってみるっていうところがあったので、なのでかなり高さもあるのが、基礎の型枠も作るようにしてあるので、なんで骨のプリンター1台で基礎から全部壁の部分まで全部作りますっていうふうにしてます。そうですよ。なんか、基礎作るときになんか爆裂したみたいななんかありました。ああ、そうそうそう。ここがね、挫折の、やっぱり挫折の、なんていうのかな、こう時間。それってあんまり早くするとこれめちゃくちゃ大きいので、でそこはやっぱりこの1個だけ色が違うと思うんですけど、これだけ違うんですけど。そうですね、ちょっとね。なのでそうするとやっぱりその時間帯をちゃんと決めてあげると他は全然大丈夫だったんですけど、一気に全部バーンって入れてみたら、やっぱ結構ダメだったら、まあ結構な重量ですもんね。結構な重量だったりするので、そこはなんか1個目やってまずいことになって、やっぱりこう分けてやっていくっていうふうにしたりとかして、そうですね。してますね。結構やっぱり大きめのものが絵に作れたりするんですけど、そこはちょっと注意がいるものがあったりしてるかなと思いますね。なんか五十嵐さん的に今回大変だったことっていうか、はなんかどの部分があるんですか？一番大変だったのは、ちょっと画像あるかな。一番大変だったのは暑さ。気温はもう確かに真夏の日の5日間とか。確かにそれはそうですね。1階部分でも真夏だったりするので、昼間40度いきますみたいな。いやそうですよね。だからそれは別にもう 3D プリンターとか関わらず、真夏のきついなみたいな。夏の施工は大変ですっていうのとかは一番あったかなと思います。やっぱ基本的に夜やるって感じですか？今回はもう本当何気にこういろいろ準備していく中で、結果的に夕方からやる方がいいねみたいなことになって、その4日間のうちもやっぱり夕方からやったりとか、ちょっと工夫したりとかして時間をちょっとずらしたりとかするようにはしましたけど、やっぱ後半戦特になんか昼間やっても大丈夫だったりするけど、真夏の時はちょっと暑いよねとか。なんかやっぱそのすっごい日照りが強いと、なんかそのプリントの粘度っていうか、なんかこのなんか水分量って言ったりがなんかその調節がすごい難かったりというか、どんどん干上がっていくみたいな。一番大変なのってここのこうホースがここにこれね、このホースがあると、これ黒いんですよね。黒いんですよ。そうするとこんな40度のところに日が当たって、こいつめちゃめちゃ熱持つんですよ。やっぱり中でモルタルなので熱持つ上に外からの熱が入るので、なるほど。なので私たちはもう途中からはもう中で、固まるというか詰まる前にもう清掃に入るっていう、簡単な清掃を入れていくみたいな形をしたりとか。今のホースのところで熱くなると固まるんですか？中で出が悪くなるんですよ。そうなんだ。25メーターぐらいあるんで。まあ摩擦もなんかすごそうですね。そうすると25メーター長いのがあると、中でやっぱりどんどんこう、なんていうのかな。壁っていうか。壁みたいなのができて。動脈硬化的な。そう、動脈硬化。本当に動脈硬化をしてしまうので、そこは一旦こうサラサラにするみたいなのを作業に入れておくと、本当に動かなくなってしまうと、全部もう取って洗わなきゃいけないので。じゃあ一旦プリントして、ちょっと一旦止めて、外して、清掃して、で、また入れてっていうのを繰り返していくみたいな。なんで、その、清掃も、外すと大変なので、外さないで清掃できるようにしてて。そうなんですか。これが本当に詰まっちゃうと外さなきゃいけないんですけど、それはその外さないでもいいように工夫して、途中で洗って、っていう風にすると、永遠こう詰まりはなく。清掃するときはこう、なんかあれですか、こっち側からこう、水みたいなやつをパッて入れて、押し出して一回。洗うっていう風にすると、一気にきれいになるので。
なんかそういうタイミングとかを見てやったりとかしてましたね。なるほど。そんな。そうなんです。なんで私たちはタイの材料を使ってるんですけど、はエンジニアと2人でタイに行って、はいはい、一緒に研修じゃないですけど受けて、その清掃の仕方も全部やってもらったりとかして、やっぱそういうレクチャーも一緒に受けた上でなんか始めましょうっていう形だったので、なんか 3D プリンターで結構その特徴的なのが、まあその材料へのなんていうか依存度みたいなのって結構高いなと思うんですけど、シンプルになんでタイなんですか？タイは進んでるんですか？今回うちの場合は、この機械と同じものを持ってるのがタイの会社さんがあるんですよね。コボドですか？で、なおかつ、そのコードってもう40カ国ぐらいに全部。出てるんですか？もう出てるんですよ。そうなんだ。だからシェアが一番結構大きいんですね。そうなんですか。40カ国ってなると、かなりもういろんな国にもう設置をしているので、環境が日本と全く違うところでも設置できたりとかしてると施工してる事例があるので、その中でもタイの会社さん自体はやっぱりその材料メーカーだったりするので、施工事例がもうそれこそなんていうの、カフェ作ったりとか、大きいカフェ作ったりとか、いろんなものいっぱい作ってるんですよ。そうなんですね。もう全然施工事例が多くて。そうなんだ。なので、同じコボドの機械作ってるし、同じチームだったりするので、いろいろ共有してもらったりとかしていて、そうなんですね。そうすると、やりたいことを言うと、じゃあ、さっきの挫折のところも、いや、それは何分後にやってくださいとか、材料については向こうがやっぱりプロだったりするので、なるほど。そういう共有してもらってるっていうところもあって、あっちのメーカーさんにちょうど私がもう4年前からお願いはしていて。そうなんですね。結構遠いっていうか昔ですね。そうなんですよ。もうこの機械を買ったのが4年前なので。なるほど。これ4年前に買われてるんですね。そうです。その間ちょっと待ってください。一回あいつ音声確認していいですか？そうですよね。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。